それで PVP なのに極めて嫌な気持ちになりにくいパーティーゲーム感覚で遊べるバトロワが日本の家庭用機各種に対応決定とのことで、今回はスーパーアニマルロイヤルの紹介を行います。こちらプレイヤーは皆動物になり、最大64匹で最後の1体になるまで戦い生き残りをかける基本プレイ無料のバトルロイヤルです。ということから特徴はまず可愛い動物たちとその動物同士が重機で争うギャップの面白さにあります。プロモーションムービーで流れる動物たちが歌うメインテーマは心に残るサウンドにもなっています。しかして過激ではなく表現はとてもカジュアルであり、ゲーム性もシンプルで遊びやすいです。バトロワと聞いて遊びたくない人も結構いると思いますが、この作品は任天堂の出すようなパーティーゲーム系と考えるとわかりやすいです。気軽さが半端なく、それを可能にしているのがマッチングの速さです。正式版リリース日は2021年にもかかわらず、待ち時間はほぼありません。長くて1分とか、他の人のマッチングに入れば30秒かかりません。倒されてしまってもまたすぐさま次の試合が始まるというこの手軽さがバトロは苦手だったりあまり遊ぼうと思わない人でもさっと手に取りやすい作りになっています。さらに1試合の時間が短めなのも気軽さに拍車をかけています。最後まで生存しても7分程度となっており、他のバトロワものは早くても10分から長いものだと30分のため、この作品がどれくらい気軽に遊べるかお分かりになることでしょう。マップ上にはアイテムがジャラジャラ落ちているのですぐ拾ってさっと戦えます。加えて上から見下ろし画面であり、一人称ではありません。多少のプレイヤースキルの差は出るでしょうが、敵を狙うのは簡単で、FPS や TPS の対人ものよりかは遊びやすい作りです。ここでそんなにマッチングが早いのはそれだけ人気で人もたくさんいるのかと思いますが、バトロワジャンルの中では中規模程度の人の数がいて、あとはボットが補ってくれます。バトルロイヤル系タイトルというとちょっと前は大人気であり、それがため量産されインディーから大手までかなりの数が作られたジャンルです。それにより競争激化でサービス終了してしまう作品もたくさん出ました。今の PVPVE のような状況です。よって最近はなかなか新しいものは出てこないし、出たとしても完全に時代の潮流には乗れず、大手ですらすぐに終わってしまっています。人気が続いている作品は絞られてきていて、PUBG、Apex、フォートナイトあたりが有名です。他に過去動画にしたタイトルとしては、近接格闘もののナラかブレードポイントがあり、そして今作スーパーアニマルロイヤルもバトロワの中で中規模程度にユーザーが残っている数少ない作品と言えます。Steam での現在の平均同時接続ユーザー数は400人ほどで、さらにここに海外の家庭用版各種が加わるため、対人には困らない程度の人はいます。その上人が足りない場合はボットが入ってくれます。ボットは大抵弱めのため、これがカジュアルさをさらに上げてくれます。初めての人でも倒した時の楽しさの感触を得られ、練習もでき、遊ぶほど上手くなります。また仮にすぐやられてしまっても、この手のバトロワものは経験値や報酬システムがあり、何らかのアイテムを得られます。見た目の変更スキンが主となり、結果に関わらずゲームが進行し、無駄になりにくい作りです。既存のバトロは初めの準備時間が長く、フィールドを駆け回り何分もかけて装備を整えたが良いが、一瞬で倒され練習のレの字もできずに時間の浪費感が半端ない作品もあります。ゲームは楽しむものなのに負担を感じ、仕事で疲れているのに家でなぜまたストレスを感じなくてはならないんだとなります。今日日次から次へとゲームが発売され PVP の練習する時間を確保するくらいなら負担のない PVE ゲームに移る人が現在は増えています。しかしスーパーアニマルロイヤルは対人ものなのに嫌な気持ちにはとことんなりにくい作りになっており、テンポの良さにおいては世のバトロワの中ではトップクラスです。パーティーゲーム感覚で気軽に他の人と遊びたい場合、この作品は一つの選択肢となることでしょう。無料で遊べるのは大きいです。以上から Steam では 93% に非常に好評、42,000件ほどという超高評価であり、今でも人気があるのも頷ける内容です。その上、後の家庭用版日本語対応により、特にユーザー数の多いスイッチからのプレイヤーが増えそうです。今までも家庭用版は出ていましたが、日本語には対応しておらず、2025年の年末にアジア圏でのリリースが先日決定しました。気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。
それでは始めていきましょう。スーパーアニマルロイヤル。しかし、ここの表記は、スーパーアニマルワールドになってますね。これ違い何なんだ？現状のキャラクターはこれっぽいですが、早速始めてみましょうか。特にチュートリアルとかないのかな？プレイ。さあ、マッチングから、わずか2、3秒で接続された。これは早い。あ、はじめはロビーなんだ。なるほど。お、ムーズベルト。WSD で、一応チュートリアルあんのかな？でも他の人もどんどん入ってきますね。スペースでロール。どっちができる？このロビーでもなんか色々ありそうだね。ゲーム開始までだいたい1分ぐらいあんのかな？で、足りない場合はボットになるんですかね。さあ、始まった？ M でマップ。どこで降りるか。バトル明けですね。よし、ここで降りよう。スーパーアニマルファーム。閉じて、E でジャンプ。よし、行け。うわ、ちょっと待って。他のキャラクター多いぞ。いきなり狙われるかもしれない。武器落ちてるけど。どうやって取んの？ E で早く降下できるか。これ入ってみようか。入った。やった。E で武器を拾う。拾った。これで、撃てばいいのか。よし、いるぞ。撃て。撃てません。どうやって撃つんですか？弾撃てません。弾撃つにはどうした？クリックしてんだけど、ちょっと、弾の撃ち方がわからずに終わってしまった。しかし、こうやってどんどんね、試合を達成することで、いろんなアイテムが集められますと。で、経験値を得て、レベルも上がっていく。2レベルになったな。何もできずに。何だったんだ？ちょっとやり方教えてくれよ。チャレンジ。これに達成するといいんだね。負けてしまってもどんどん経験値が溜まって、いろんなものが得られますと。これは、バトルパス的なものかな？こっちは課金要素なんですかね。最後まで行くとどうなるんだ？洋服がもらえるっぽいね。コスチューム。今回ペスト石が売りなんだ。研究所はなんだこれ。なんかポイントを貯めることで、スーパーアニマル。それは得られますと。結構数いますね、これ。むちゃくちゃいるよ。何体いるんだ？カスタマイズ。デフォルトで変えられるんだね。お店は、無料でもらえるものはあんのかな？もしくは、課金要素でしょうね、これは。いや、どんどん行きましょう。で、右上になんかイベントみたいなのも行われてんのかな？スーパーサマーロイヤル。チャレンジかな？モード変更。デュア2人。姿4人。これなんだ？ザ・コケーキングデッド。これなんか、協力プレイっぽくないですか？ゾンビになるか、生き残りになるかみたいなモードか。ちょっとこれで練習してみようか、一回。他に画面右下見る感じ。C でバンテージかな？ Q はなんだこれ？回復アイテム？ここに銃がある。これで練習できそうだね。撃って、話すと撃ちますね、ちゃんとね。これレアリティだろうね。レジェンダリー。ちゃんと発射されるね。さっき弾がなかったのかな？いいや、始まった。セキュリティ警告。他のプレイヤーいるけど、銃だ。よし、広い。よし、これで撃てますね。あと4キーでバナナ拾ってるけど、回復かな？この範囲内で戦うのか？なんだ。これ4人と、やばい、ゾンビだ。様子見していたら。やばい。はい、なんと、マップを見ていたら、狙われていた。ゾンビになってしまった。これ取れそうだね。フルーツ。回復できんのかな？で、さっきのが遠くからね、遠い道具が食らったような感じするんだけど。ラグだったのかな？これなんだこれ。敵だ。撃て。よし。やれ。やった。倒した。ボットかもしれないけど。よし。あれうまいな。狙いが正確だった。どっちを終えた後のね、隙を狙うとか、あるかもしれませんね。多分どっちはね、敵側にどっちすると良いと見た。そうすることで狙いがね、難しくなる。銃使いまでな。やべ、届くんでる。やれ、このどさくさに、ダメだ。負けた。しかし、アイテム、いろいろもらいましたね。タイミングよくロールを繰り返すことでより早く移動できる。キラキラが見えたら？何キラキラって。これか。早いような気がするけど。ちょっとタイミングわからんな。これ宝箱みたいなんだけどね。開いた。良さげ。エピック色だ。2で使える。音はいいね。敵だ。よいしょ。この、てめえ。回復したい。やった倒したボットかどうかわかんないけど。相手のもちろんそれる。で、9で回復。
今回復してます。シールドは削れちゃいましたね。今落ちてるシールドも壊れてんのかなこれは。次はもっと正確に狙おう。全然狙えなかったし。いるぞ。おっしゃ、消えた。おろったー、やったー。2発だ。鎧くれ、鎧。上にいるな。行ってるぞ、あそこに。あいつを狙うんだ。どこ行った？武器持ち帰よ。ほら。およっ。こいつ、ショットガン使いか？全然撃ってきませんでしたね。4でなんか使えるっぽいね。何これ？ああ、そんな感じ？なんだ、ジップライン。ほい。おら。やったー。ちょっとシールドに防がれたけど。回復、上から行きたい。危ない。来るだろう。あ、来ないな。下がったな、あいつ。やるじゃんか。ココナッツを食べると、体力瞬時に回復できる。しかし、アーマーがない。残り4体かな。画面左上見る感じ。へい。やったー。強え、この武器。2発で。デザートイーグル？こっから水の上を。行く必要が、いた！あらばい。おら。この野郎。おい。あいつめぞ。先を読んだ。あらら。下がれ。はい。おい。どうだ。ゆっくり返してやるぞ、貴様。ちょっと待って。そんなバナナ！こいつうまい。ただもんじゃねえ。マイルストーンで、なんか達成するとね、もらえるものが出てるっぽいね。見た目が変わる。じゃあ次は、パーティー組んでみようか。スクワットだな。スクワットなのに、二人組で始まっちゃいましたね。いつ降りるの？あ、味方降りた。味方で一緒に動こう。攻めて。よし、行くぞ。これ。ハムスターボールに入れた。おー、ハムスターボールだ。ひゃー。移動が早いぞ。ハムスターのように遊べる。ここになんかいろいろあるけど、アーマー取ろう。敵だ。よし、やれ。よし、やった。まだ生きてるのか。とどめが必要なんだ。メガピンチ。ナイスだ。まだいる。来てくれぞ、ここ。激戦区だ。やっただ。これフレンドリーファイアないのかな？さあ、敵を探せ。次は左下か？手だ。二人で一気にやれば、やれてしまう。草は、近接武器で草刈りするとアイテム発見できる。いろんな要素あっていいね。レード高い。これだ。二丁拳銃。金棒だ。ミニハン、危ねえ。危ない。上に降る。ここ。激戦区だ。肝だから。これマウスクリックで連射式だね。攻めよう。出られたなんで勝てないのかにゃん。無念だ。今のあれだな。多分ね、スクワットなのに我々2人だ。それが範囲だ。きっと相手は4人いたに違いない。で、これ集まりましたね。スーパーキャット。猫になれる。認証。でも眉毛が太い。あまり可愛くない。性能の違いはないのかな。これらにはね、バトロワというとよくキャラクター変更すると特性があったりしますけどね。そういうのはなさそうだね。取れたよ。なんかいろいろあるけど。レジェンダリーだ。来た。勝ちはもらったか？ 23 発しかない。出る。レジェンダリー。倒した。つって。弾。これガスだった、これ。何あれ？モグラいるんだ。乗ってる。撃つことでね、発砲で気づかれると。ここにいる。やばい。やられる。ちくしょー。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。